こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて、ネザーさんの建築材には色々懸念材料がありましたが、結局大したトラブルはなく、建築まであっけなく終わってしまいました。これでぐんと海底神殿が迫ってきたわね。割ともう、今からプレッシャーです。ちなみに過去の海底神殿の戦歴は、攻略した神殿が一つのみ、死亡回数1回です。その一度の死亡でエンチャント装備一式をロスとして、以降の探索を断念していました。金ブロックスラミ回収だったわね。で、前作の苦い経験があってこそ、今回の企画では意図的に、複数の海底神殿に挑むことを前提にした次第です。つまり、全然死に足りなかったってことね。違います。またも死んだらレベル4ビーコンを2連装にする予定です。それでも足りなければ3連装。最大4連装まで増やしてもそのまま活かせるのがこの企画のメリットです。どこまで海底神殿怖がっているのよ。さて秘密通路を抜けたところで前回は、村の街灯を変換したり湧き潰ししたり、ネザー産の建築材を積み込んで、ピラミッドの進捗が 98.8% だと勘違いしてたりしました。1層数え間違えたの？調べてみたところ、工事前後での 1.0% の伸びは合っていたものの、建築ターン前の死者誤入を暗算し間違えていたのが原因でした。もっとも8は二進数ではキリが良く、末広がりという幸運の意味もある上に、とある時代劇ではうっかりの代名詞の数であるなどのことを鑑みると、やはりこの暗算ミスは致し方なかったです。つまり、あらすじの短さと言い訳の長さが負の比例するのね。さて村の中から眺めても、ピラミッドの影となった場所は見当たらず、湧き潰しはきちんと機能しているようです。あれだけ松明をばらまいていればね。段差がある場所での湧き潰しは、意外とパターン化が難しいです。もし整地後の平地ならわかりやすく、松明から明るさが1ずつ減っていくので、松明一つで湧き潰せる範囲はこんな感じです。格子状に松明を置くならこの間隔で十分で、とことん節約するならこの形。安全マージンなどとバランスを考えるとこの辺りに落ち着きそうです。しかし最大1段の段差を考慮すると、明るさが2ずつ減るので、湧き潰しの保証はこの範囲にとどまります。となれば格子状ならこんな感じに、慣れてきたらこの形で落ち着きそうです。で、ここまで考えても、村周辺には2段以上の段差や遮蔽物があるんですよね。つまり、そのあたりで考えるのをやめて、松明ばらまいたのね。まあでも、改めて考えるとさすがに無駄がありすぎるので、もう少々パターン化を模索する予定です。さて、井戸のイカが鶏に化けてしまいました。なんだか急にのどかになったわね。まああえて言うと、牛や豚でなくてよかったです。井戸の中は今日も平和です。さてピラミッド拠点に戻ってきました。引っ越し準備で村までのレールを敷きにかかります。廃校で手にしたレールは3スタックと少々ね。足りない分はビーコン用ブロックを解体するしかないでしょう。すでにじわじわビーコン用ブロックは減ってしまっていますが、まあ農民と羊飼いが引っ越してくれば問題ありません。今はガンガン使ってしまいます。とはいえど、やはり金の消費を抑えたい気持ちが残ってしまい、レシピを再現するのに少々手こずってしまいました。それ以前の問題よ。さて今回のレール工事では考えるべき事柄は少なく、ここから秘密通路までレールを伸ばす方法さえ決めればほぼ十分です。何気に川や洞窟があるのよね。まあ無難に、大量に備蓄がある砂岩を有効活用するとして、作業開始から20分もかからず、村までのレールが開通しました。これで、ピラミッド拠点から闇の村までの移動がかなり楽になります。もっと早めに開通させておいてもよかったわね。今までビーコン用ブロックの確保にこだわりすぎていたかもしれません。で、レールを敷く作業の間にラバたちの世話をすっかり忘れていたために、リードロストです。
リードが切れる仕組みがもう少し解明できてからと思っていたのですが、そろそろ馬小屋を作るべきかもしれません。そう思ってからが長いのよね。さて、レール式終わった時点でのビーコン用ブロックはこんな感じです。鉄鉱石は建築済みですので全部精錬するとして、エメラルドは約20個も補充すれば十分のようです。暗算で求めたの？きちんとプレイ後に収録データから電卓ソフトで求めたので間違いないはずです。そして前回から引き続きの収録はここまでで、いよいよ闇の村に、新たな住民が引っ越してくる日がやってきました。どう考えてもピラミッドに運ばれてくる人柱だけどね。湧き潰しの実験的なものを考え始めているので、否定しづらくなっています。まあちょっと気分的には複雑ですが、こういう時は逆に考えることが大切で、ゾンビが湧いてもいいさと思っておきます。ダメだと思うわよ。それより心配しているのは2点。村人をレールまで連れてこれるかと、村人が闇の村に居つくかどうかです。そういえば初めての試みだったわね。さて5分ほどで、田舎暮らし拠点近くの村に到着しました。手間を考え、今回転居させるのは農民と羊飼いの2人に絞ります。そしてまずは、普通に押していけるか試します。そのやり方、前に失敗してなかった？前は段差で突っかえて押せなくなってしまいましたが、今回は平地です。なぜ逃げるのでしょうか。あっちの村は甘いのに。全力で嫌がっているようよ。で、隅に居つかれてしまうとどうしようもありません。もう押すことができず、村人の中の人になるのが精一杯です。顔見てもあまり違和感がないのが怖いわね。そして次は、村人の足元にレールとトロッコを置こうとしたら、これはうまくいきました。これで一つ目の課題はクリアも同然です。さらにその後ちまちまとレールを継いでハイデを繰り返していたさなかに、レールなしでも押せることに気づきました。中身が見えてしまうけどね。で、ようやくレール沿いまで連れてきました。あと一押しです。物理的にね。ちょっと待って心の準備がまだ。まあいいでしょう。村人はこのコースは初見、幾度となく田舎暮らし拠点との往復をこなした私にはちょうどいいハンデです。これだけ離れているのに追いつくつもりなの？この慣れたコースならば、私はノンブレーキでコーナーに突っ込めます。しかし村人は、私の想像をはるかに超えた見事なコーナリングを、とてつもないセンスの持ち主のようです。まあトロッコだけどね。そしてもはや、近づける気すらせず、食らいついていくのが精一杯です。まあトロッコだものね。そして引き離されたまま、村人が1着でゴールです。まあトロッコだからよ。さてともかく、あとはこの農民が闇の村を認識してくれるかですが、日暮れ時に村の家に避難するかで確認すればいいのでしょうか。取引さえできれば差し障りはないわよ。それはもっともですが、気になるんですよね。まあとりあえず時間があるので、もう一人連れてきます。で、今度は羊飼いを同様にトロッコに乗せてよいしょよいしょして、さすがに2度目なので、今度はさほど突き放されずに食らいついていくことができて、そして無事に、2人目の村人の引っ越しが完了しました。つまり第2の犠牲者ね。さて、日暮れまで待つ暇ができたので、暇つぶし的に村人を救出しておきます。水バケツいっぱいで両方救出できたら一石二鳥でしょうか。それ仕留めているわよ。なんで窒息するの？やっぱり仕留めに行っていたのね。どうやら村人救出の難易度が上がってしまったようです。そして、司書がものすごい勢いでダッシュ帰宅し始めたのを確認した上で、二人の村人の様子を見に行ったのですが、洞窟を駆け上がってきた様子はなさそうです。これはどうも、壁の向こう側のゾンビから逃げようとしているようです。
結局闇の村に居着いたのかわからないわね。もう少し時間がかかるのでしょうか。さて、レールを少々延長することにしたところで今回はここまでとなります。もう少し村人を村に近づけたいのね。詳しくはわかりませんが、村の中心から一定距離に一度入らないとならないとか、何か条件がありそうに思います。なおこの後プレイはある程度継続しましたが、とあるトラブルが生じて、それが片付く前に投げ出しています。なので次回はどこまで進むか不明瞭です。では、次回も頑張っていきます。それではまたね。バイバイ。